にちは、小野直樹です。本日はこちらスチールの MS400C、62.6cc ですね。こちら大人気の機種で、現在が1月7日ですけど、まだ来週、もうちょっと先にならないと注文分入ってこなくて、どこの販売店さんも入荷待ちの状態だと思われます。はい。これは通常8分の3の 1.6mm っていうのが標準仕様になってますね。スチールでは60cc 以上になると、この8分の3の 1.6mm っていうのが標準になってくるんですけども、それの下、MS261 とかは、50cc クラス帯にはコンマ325の 1.6mm ゲージっていう風になってきます。で、こちらの8分の3、1.6mm なんですけれども、こちらにですね、うちのお客さんが、ハスクユーザーさんなんですよね、その方は。よく使われている 21bpx タイプ、現在では S35G とか C35、こちら、コンマ325の 1.5mm という刃をつけれないのかなという、こういうニーズは多いみたいで、多分他の方もやってらっしゃったりすでにすると思うんですけどね、そういうことをご質問いただきましたので、ちょっとそれのやり方やってみたいと思います。まずそれにはですね、必要なものというのは、こちらに、リムですね。はい。これはコンマ325用のリムが必要になります。はい。で、これを交換してあげること。で、次に、ガイドバーですね。ガイドバー。こちらはスチールの純正。これは MS261 用です。コンマ325の 1.6mm タイプのガイドバー。18RT、45センチ。で、ハスクの S35G とか C35 をつけたいよっていう話になると、これ前も、ご紹介したことがあるんですけども、スチールにつけれるタイプのガイドバーですね。杉原さんから販売されております、ST2M8J44 というタイプのガイドバーになります。これをスチールにつければ、ハスクの S35G の72コマ、こちらをスチールの例えば MS261 とかにはつけれます。で、今回この MS400 にもこれ使えますので、ただですね、これはメーカー推奨しているわけではないので、この辺はもう自己責任でお願いしたいですね。やっぱり耐久性の問題とかを、テストはされてないので、はい。ただ、コンマ325の 1.5mm をこれにつける分には問題ないと思うんですよね。例えば、ハスクだって 60cc に S35G とか C35 つけて販売されてますのでね。はい。問題ないとは思うんですけど、それをちょっとやってみたいと思います。はい。MS400C ですね。まずリム交換します。ちょっとさっきカットテストしたばっかりなので汚れてます。こうがいいのか。こうですね。はい。ちょっとブローしてきます。はい。リム交換ですね。はい。この E クリップを外します。こちら E クリップですね。はい。で、ここに押さえのワッシャーがあります。はい。で、これがリムです。これが8分の3タイプの 7T になりますね。7T。で、コンマ325やるにはスチールの部品で取れるのがこれになりますね。コンマ325の QT っていうタイプではないとちょっと部品が合わないと思います。純正では。はい。これに交換してあげる必要があります。で、ちなみにですね、261をつかないのかとかって言われたことがあるんですけど、つきません。なんでかっていうと、50cc クラスと 60cc クラスではクラッチドラム、クラッチの大きさが変わってくるんですね。これが MS261 用のクラッチドラム。で、こちらが 400C 用のクラッチドラムで、大きさが全然違うんですね。結構違います、大きさが。はい、で、ここの径も違ってきますので、これが261用のクラッチドラムとリムですけれども、この261用のリムはもう全然大きさが合いません。こうかな。はい、こんな感じ。排気量が大きくなってくると、このクラッチ、装チェーンを回すクラッチっていうのも大きくなってくるんですね。で、クラッチとクラッチドラムが大きくなります。はい。で、これがそれ用の部品をつけます。はい、で、押さえのワッシャーをつけて、E クリップですね。はい、これでリムは交換完了しました。で、次に、こちらに
例えば261のガイドバーチェーン、コンマ325の 1.6mm のチェーンとガイドバーをお持ちであれば、それをそのまま使えます。これが261用のコンマ325の 1.6mm、45センチバーですね。ちょっとワイドレンズで撮ってみます。はい、これも標準のコンマ325の74コマというチェーンですね。はい、これでですね、よいしょ。こうしてやると、もうかなりキツキツなんですよね。ちょっとコツが必要かもしれないです。本当は1コマ大きくした方がいいのかも。はい、こんな感じで一応つきました。つきましたけど、ここかなりギチギチですよね。一応回ります。で、こうキチキチですけどね。なんとか回ると思います。はい。まあ、乾燥するのが手間ではなければ、本来はこれ1コマ伸ばして75コマとかにするといいかもしれないですけど、気温なんとかつきますよって。まあ、あんまおすすめはできないのかな。はい。はい、で、これが261用になります。まあ、こうやって使うのが、コンマ325を使いたい方はこんな感じで、スチールの純正のコンマ325の 1.6mm のガイドバーと、通常のチェーンを使うっていうのが一般的なんでしょうけど、はい、こちらに例えばその S35G をつけたい、C35 をつけたいという方、これの杉原の ST2M8J44 っていうのを使ってみてください。じゃあこちらも標準のコンマ325の72コマですね。これは72コマ C35 になります。これ角場です。こちらをつけてみます。はい、こんな感じで取り付けます。で、ここで締めてあげれば、よいしょ。はい、こんな感じですね。これで使うことが可能になります。で、この後ですね、スチールの純正の MS400 に8分の3の 1.6mm をつけたバージョンと、MS400 に杉原のガイドバーをつけて C35 コンマ325の 1.5mm の角場、これをつけてカットしてみる。で、もう一つハスクバーナーの560っていうのが今あるので、こちらですね。ちょっと古い560になると思うんですよね。ちょっとワイドレンズを戻して、よいしょ、はい、560XPJP となってます。結構古い 60cc のハスクです。ここを見ていただくとどうかな。 59.8cc、 5.6kg。 はい、ちょっと古い560ですけど、こちらでも C35 をつけてカットテストしてみたいと思います。はい。で、まあお客様、あと一般市場の評価では400とか、例えば MS500i、 こちらにコンマ325の 1.6mm だとかをつけてみてカットしてみたりされてる方のレビューとかでは、もう基本的にはやっぱり8分の3の 1.6 の方が早いんじゃないかなと。で、コンマ325の 1.5mm とかコンマ325の 1.6mm を使いたいっていう局面では、まあ切り口をきれいにしたいとか滑らかに入れたいとか、そのコンマ325ピッチの利点があるのかもしれないですけど、ここはもうお客様の切る材とかどういうことをやりたいかによって変わってくるんじゃないでしょうか。伐採したばかりの杉です。横幅30ぐらい、縦が、34センチぐらい、30の34ぐらい。スチール MS400C 8分の3の 1.6mm ゲージ角場ですね。こちら45センチバーでカットしてみます。
はい、続きまして MS400C に杉原のガイドバー、あとリムをコンマ325用に変えて、総チェーンはコンマ325の 1.5mm ハスクの C35 ですね、チゼルバーつけてカットしてみます。はい、続きましてこちらハスクバーナー 560XP-JP、 結構古い560ですね。こちらにコンマ325 1.5mm C35 のチェーンをつけてカットしてみます。はい、続きましてこちら 550XP でもやってみたいと思います。コンマ325 1.5mm C35 ですね。同じチェーンです。はい、いかがだったでしょうか。今回使った C35 はすべて同じチェーンを使い回しております。はい、で結果、正直このサイズの柔らかい杉の丸太では明確な差を感じられませんでした。私の腕では同じ機種でも1回目と2回目では随分とタイム差が出てしまいますね。はい、今回一番見ていただきたかったのは MS400C を標準の8分の3ピッチとコンマ325ピッチに換装した違いです。動画で少し伝わるかもしれませんが、8分の3の方がわずかに速いかもしれません。コンマ325ピッチにすると出だしはスムーズな感じがしますが、負荷がかかってくると少しスピードダウンする感じがしました。これはチェーンの違いだけではなく、コンマ325の QT のリムの径が大きいことも要因だと思います。リムの径が大きくなるとチェーンスピードは若干上がりますが、トルクが落ちるからです。今回カットした感じや実際のお客様からいただく声では、林業の現場では MS400C や MS500i をお使いの場合は、標準の8分の3ピッチの方が良いんじゃないかなと思います。はい、特別な使用環境以外ではですね。はい、私のお客様で MS500i にコンマ 325QT リムをつけて試された方からは、もっと径が小さいリムはないのかなと質問されましたが、ちょっと私はですね、そういう品があるかわかりません。知りません。はい、どなたかご存知でしたらぜひ教えてください。また、実際にコンマ325ピッチに交換して使ったという方は、生のご意見をいただけると嬉しいです。メリットやデメリットをお聞きできると大変勉強になります。ということで、MS400 や MS500i をコンマ325仕様で使いたいという方向けに動画を作ってみました。参考になるか分かりませんが、くれぐれもリムの交換等はご自分の判断でお願いいたします。今回いろいろ切り比べしましたが、やはり MS400 はとても良いチェーンソーだと思います。ぜひお近くのスチールショップにご相談の上、ご検討いただければなと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。